インペリアルエッグが欲しい。どうも、ナラトラです。皆さん、インペリアルイースターエッグっていうものをご存知ですか？インペリアルイースターエッグとは、ロシア帝国時代の皇帝が王妃のために作らせたとても高価で芸術的な装飾品です。特に有名なのは、宝石商ファベルジェが手掛けたもので、エナメル、金、宝石などでできた外観に仕掛けやサプライズが隠されているのが特徴。そしてこのインペリアルエッグ、実は名探偵コナンの映画世紀末の魔術師にも登場します。作中ではメモリーズエッグと呼ばれ、中に眠るサプライズと歴史の謎をめぐるミステリーが展開。美術品とサスペンスが融合した名作として今もファンに愛されています。もうすぐイースター。なぜか急にインペリアルエッグが欲しいという衝動に駆られたので、インペリアルエッグ風のルームランプを作ってみました。それでは VTR スタート。今回使う材料はこちら。 UV レジン、デコレーション用のネイルパーツ、ライトの置き台みたいなやつで、あとプラパンを使って、今回はインペリアルエッグ風のルームランプを作っていきたいと思います。それでは水風船を膨らましたものにレジンを塗っていきたいと思います。これはレジンにアクリル絵の具を混ぜたものですね。それではレジンで模様を描いていきます。
じでだいぶ形になってきました。で、この今の黄色く残している部分については色を変えていくので、まずはこのモコモコってなってるところを縁取りしていってから中にレジンを抜いていこうと思います。このネイルの素材を使ってひたすらにデコっていきます。デコりにデコり続けたところ、なんかちゃんとしたインペリアルエッグっぽくなってないかっていう感じですね。で、
台座もですね、こんな感じでちょっとデコレーションしてみました。いいかな。100均のネイルアートのシール、本当優秀だなみたいな、本当金細工みたいな感じになりましたね。で、だんだんとですね、硬化して UV ライトとかを当てていってたら、中の風船がもうだいぶ縮んできたので、もうここぐらいまでなったら一旦風船を割ろうかなと思います。あ、割れねえ。割れた。よいしょ。意外と綺麗に取れた。よいしょ。はい、こんな感じに綺麗に取ることができました。で、中もまだレジンでベトベトしているので、中もですね、UV ライトで硬化していこうと思います。で、ほんとね、このサイクで一番きつかったのが、ここね、この、ワイヤーでつけてるところ。いや、自分でデザインしたのはあれなんですけど、ワイヤーを一個一個切って貼り付けていくのがマジでしんどかった。でもなんかそのおかげで結構いい感じ。で、風船が取れると、ちょうどここね、色変えたところなんですけど、色変えたブルーのところがすごい綺麗になってますね。これちょっと下からライトを当てるのが楽しみです。で、上のこの空いてる部分もですね、中で塞いでいこうと思います。ついにインペリアルエッグが完成しました。最初思ってたイメージとは違ったけど、いい感じのができました。さあ、ちょっと電気を消して明かりをつけてみようと思います。上の穴が開いていたところは金属のパーツで埋めてみました。いやー、意外と可愛いのができて満足。ちょっとね、玄関が今イースター仕様になっております。ということで無事完成しました。いや、実はね、何度か失敗もあったんですけど、失敗は成功のもと。今回ね、初めて風船にレジを塗りたくってみたんですけど、意外といい感じの卵のフォルムができて満足。そして装飾品もですね、結構こだわって、特に台座部分がお気に入りですね。これ100均の商品には見えないでしょう。さあ、次は何を作ろうかな。七虎の挑戦はまだまだ続く。ということで、次回のトライカラーズもお楽しみに。